ベンキュー様より製品の提供を受けて動画を作成しています。ご視聴ありがとうございます。今回はベンキューのウェブカメラ紹介させていただきます。マクロ撮影が可能というのがこのカメラの特徴です。例えばこの基板、手のひらに乗せて全体を映していますが、拡大レンズを装着してそのまま寄っていきますと、ここまで細かく映すことが可能です。ウェブカメラとして広い画角から特に設定は変えず、ここまでスムーズに寄ることが可能。ベンキューのアイデアカム S1 Pro 紹介したいと思います。カメラの外観がこちらです。小ぶりな円柱形の本体。後方斜め下からは USB のケーブルが、上部にはボタンがついてます。ボディはアルミ製でしょうか、かなり軽量です。軽いので扱いは良いですが、落としたりした時に壊れないか耐久性は少し心配。マグネットで取り付けるレンズカバーが付属。レンズ周りは高級感すら感じるっすね。スペックとしては8メガピクセルのソニー製 CMOS の搭載とノイキャン機能を持つマイクがトピックス。使うためにはパソコン側で下準備が必要です。エンスパイアというアプリを導入する必要があります。アプリをダウンロードして解凍し、インストールエグゼを起動。あとは画面の指示に従い進めるだけで準備は完了です。アプリの起動時にファームウェアのアップデートが入りました。これも画面の指示に従うだけでとても簡単。特に悩むところはありませんでしたので、いろいろと省略をしていますが、問題なく使用準備はできました。エンスパイアアプリを立ち上げますと画面はこんな感じ。直感的な操作ができるシンプルなインターフェースとなってます。カメラの接続を促されますので USB で接続し、アプリのソース設定で IdeaCam S1 を選択。これで画面が映りました。直感的に操作できるアプリなので、ここまで困ることは少ないでしょう。映像を確認していきます。まず一般的なウェブカメラとして使うとこんな風に映ります。カメラから距離50センチほど。画角を選ぶために 1.7 倍のズームをしています。解像度はいくつか選べまして、最大で 3264×2248。露出とホワイトバランスは自動で調整がされます。照明のためか映像が少しざらつく感じはありますが、ウェブカメラとしてはお任せでも許容できるレベルでしょう。続いて売りである近場の映像を確認します。通常レンズで一番近く寄れる焦点距離は10センチくらい。この状態からデジタルズームが可能です。アプリを使って 3.5 倍まで拡大をすることができます。さらに細かく見たい場合は付属の拡大レンズを取り付けます。倍率は15倍。先ほどの基板、搭載されたチップの細かな足までしっかりと確認することができます。この拡大レンズの焦点距離は25ミリ程度。レンズに取り付けられた透明なガイドを対象に接するまで近づけて撮影をします。これはモニターを拡大レンズで見た映像。ドットの一つ一つがしっかりと映し出されています。この状態からでもさらに 3.5 倍のデジタルズームは可能です。小さな世界は楽しいっすね。様々なものを観察しているのが楽しくて、レビューそっちのけでしばらく遊んでしまいました。さて、手元実演カメラとして使ってみて。私はリアルタイムで配信するわけではないのですが、それと同じような使い方。モニターに映し出された映像を見ながら作業する拡大カメラとして使うことを期待していましたが、これは用途に合いませんでした。なんというのか映像に表現が乏しいのです。明暗や濃淡が分かりにくく、暗いと全て黒になってしまったり、黒の周りの白がつられてめっちゃ明るく飛んでしまったり。例えばこれ、黒いプレートに止まる黒いネジを映していますが、角度変えますとこんな具合に黒いネジが消えてしまいます。ネジを回そうとして対象を傾けますとネジ穴が見えなくなってしまったり、で、それを見えるように角度を変えたら今度はピントが外れたり、相当に照明などで工夫をしないと望んだ映像が撮れない感じでした。カメラ通しますと大きく見えるようにはなりますが、鮮明な映像を得るには条件が多すぎまして、直接目で見た方が作業はしやすく、
ラチェットのオーバーホールのような簡単な作業でもカメラを通すと難しく感じてしまいました。映像の遅延はないので細かな作業、ハンダ付けなどには良いかと思います。ただ映像を鮮明とするのはなかなか難しく、これも私は目で見ながら作業しちゃうっすね。拡大レンズを使ってとても細かな作業の補助にというのもうまくいきませんでした。接写が必要なので作業スペースが極端に制限されるためです。またレンズに焦点距離のガイドがついていますので、そもそも対象には触れない、映像を元に作業することができません。ガイド削り取ってしまえば作業することは可能となりますが、それをやったとしても今度は被写界深度、ピントの合う範囲がとても狭いので、凹凸ある場合はやはり不向き。結局電子ルーペみたいな使い方のみとなってしまいました。細かいものの状態や記号を読んだりするのに使っています。実装された部品が何なのか調べたり、調子悪い道具のギア部分を拡大して傷の具合を確認したり。観察にはとても優れたレンズ、道具っすね。大きく全体を写すのに使えるし、設定はそのまま、追加レンズだけポイとつけてシームレスに細部の撮影にも使えるというのは便利に感じました。エンスパイア、カメラアプリはそこそこ快適です。カメラの認識がたまにおかしな動きすることはありますが、USB を差し直せば大体解決。動作が不安定になるようなことは経験しておりません。ただ多機能という感じではないです。拡大レンズ用のスケールが出せたり、画面にメモ書きができたりとちょっとした機能はありますが、例えばカメラの設定、マニュアルで設定できる項目が少なかったり、調整したいところが触れないということは感じています。今後の機能追加をぜひ期待したいところですね。ここからは使っていて気になった点をいくつか。まずライトの光量は調整できたらと感じました。例えばこれ、チップ上面に印字されている文字を読みたいのですが、ライトをつけても明るさが不足しているのか読めません。外部から LED ライトで照らすとここまではっきりと読めるようになります。光量の調整機能は欲しいと感じました。それから ISO 感度でいいのかな。光の増幅させ具合がちょっといまいちで、これ黒の表現が苦手なのとも関連すると思うのですが、映像がざらついてしまうことが多いです。黒背景ではまともに映像を撮れないと考えた方が良いレベル。こんな具合にざらついてしまい、細部の確認が難しくなってしまいます。カメラの設定を細かくできるようになるか、オート調整でもう少しスムーズに動くようになるといいですね。続けてアクセサリー類に対する要望として、カメラの保持ベースに左右の調整機能が欲しいです。モニターに引っ掛けることを想定して設計がされていますが、横向けられないので自由度は低く、私は縦にモニターを2枚並べてますので、モニターに設置ですと高さが出過ぎまして、他の設置場所を探したのですが、横に向けられないので置き場所では悩みます。上下だけでなく左右の調整機能はぜひ欲しいですね。で、その調整のできなさから私は主に三脚につけて運用していますが、三脚につける際のアタッチメント用のネジ穴が変わったところについていまして、三脚につけるにはバラストを広げないとなりませんので、バランスが相当後ろに寄ってしまうのです。あまり具合が良くありません。使いにくいのでバラスト部分は外してしまいました。別売のオプションでも良いので、もうちょっとスマートだったり使いやすいベースの販売があったらいいですね。アクセサリーでもう一点、ワイヤレスリモコンは現状機能不足を感じています。リモコンだけではやれることが少なく、結局マウス使ってることが多いですね。特にズーム位置の調整はリモコンでやりたかったです。リモコンに十字キーがあったら幅が広がりそう。ぜひアップデートを期待したい部分となってます。ベンキューのアイディアカム S1 Pro。使っていてとても面白く、これは良いアイテムだとは感じました。しかし要望の方が多くなってしまいましたし、私の期待していた用途には合いませんでした。ただ実際あると便利なのは確かです。はっきり物が見えるのは素晴らしいと再確認をした道具。一般的なウェブカメラとして使えて、特に難しいこともなく接写もできちゃうというのは素敵。
部署にこれ一つあったら使う機会もありそうだと感じます。ベンキューは一般的に知られる企業ですから、会社で使うにも上司や上司への申請や説明はしやすそう。アプリやファームの改善で製品はこれからさらに良くなっていくことでしょう。これからを楽しみにしたい製品です。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間ございましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。